ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。今日は、兄ちゃんに友達紹介したいからここで待っとけと言われたんだが、あれもう12時集合なのにもう12時15。まだっすね、陽介。来た来た、陽介遅いよ。何誰か紹介してくれるんじゃなかったの？紹介するよ。今日お前あの方にはいないじゃん。お前あの方にはそこの物陰でスタンバイしてもらってんだよお前。物陰？じゃあお前紹介するぞ。よろしくお願いします。あ、この時期に行ってってことは？そうです。わざわざフィンランドから来てくれました。あの方が？陽介に紹介したい俺の友達、トナカイさんです。そっちかいよ。サンタでしょそこ。お前トナカイさんなめんなよ。いや、トナカイさんがサンタさんの移動手段になってるってすごい大事だけどさ、トナカイさんは今いろんな家行ってんだよ今サンタ。でもトナカイさんはあれだよ、プレゼントはくれないじゃん。いやまあ体力がなくなったトナカイさんの替え玉だよこの方。何体がいたの？いるよいっぱい。そりゃそうだろお前。サンタは一人でいいよ。トナカイ一人は無理だよ。そうだね。駆け巡るのは。じゃあトナカイさんにも分かる掛け声あったりするの？あるよお前。教えてやるよお前。ちゃんとお前当てに行けよお前。本当に分かっちゃったらなんか空気読むなよ。分かっちゃったらじゃあ言っていいの？いいよ。オッケー。それじゃあ今日も母音だけで言うからな、耳すませて聞けよお前。絶対に外しに行くなよ。オッケー。じゃあ陽介、今日の掛け声はこれだ。あんああんおおああえあおおうあえああえう。あんああんおおああいあんおおうあえああえう。わかったか？これお前番組を勢いよく始められるだろお前。頑張ってな。陽介さん、間もなくです。お前もう番組始まるじゃねえかお前。3秒以内にさっきの掛け声叫ぶんだ。サンタさんとトナカイさんを迎えてパーティーだ。ファイヤーマサラカ。ファイヤーマサラカ。飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。ファイヤーマサラカ。スパイヤーのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介です。ドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしてきます。惜しかった。そう惜しかった。途中まで合ってた。合ってる？まあここは分かるだろうなと思ってたけど俺も正解はサンタさんもトナカイさんもお疲れ様です。パーティーだになる意味が分からないんだけど母音どこも合ってなかったよ。俺サンタさん取ってた。そうまあまあでもまあ惜しかったね。惜しかった、お疲れ様ですとなんかパーティーだな文字数全然合ってなかったけどね。陽介絶対ラップの歌詞書けなさそうだね。書けない。韻が全然踏めない。いやでもなんか精度増してきたじゃないですか。増してきた、ね、はい、いいじゃないですか。ということで、今週12月16日月曜日。ちょっと待って、なんて12月って12月16日、はい、月曜日はゼップ羽田にてツアーファイナルでしたね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事に終わりまして、終わりまして、いいツアーだったんじゃないですか。いいツアーでしたね。なんか本当に2024年どういうライブをスパイがしてきたかみたいなのがこうね、まあいわゆる集大成となってさ、こう表せたツアーなんじゃないか。みんなでこうやっぱりね、演者だけじゃなくて、お客さんもライブを一緒に作る大事なピースなんだよみたいなことをすごく僕も言ってたけど、やっぱそれがなんかこう体現できた、より体現できたこうツアーだったなということで、めちゃくちゃツアーの感想
お便りもらってます。いやいいですね。ラジオネーム、ホリちゃんさん。はい、ありがとうございます。健太さん、ゆうすけくん、こんばんは。こんばんは。青ツアーお疲れ様でした。お疲れ様でした。私はファイナルゼップ羽田に参加しましたが、チケットの正版を見た瞬間手が震え、会場に入って、待っている時にはこんな日が来るなんてと嬉しくて泣きそうになりましたが、泣いたら鼻水が出るのでぐっとこらえました。健太さん、泣かないでごめんなさい。泣けよ始まって1曲目から一緒に歌ったのですが、唇が乾いて歯に張り付き、あるね、たまにね、まともに歌うことができずに焦りましたが、やっぱり少し緊張していたのかもしれません。今までは陽介くんの声を探してしまう自分がいましたが、今回は歌と音と会場中の皆さんの声が一つになってスパイアのライブなんだと改めて実感しました。ステージ上の皆さんの光る汗に胸が熱くなり、同じ空間で同じ思いで過ごせたことが本当に幸せで、また会えるように頑張ろうと思いました。本当に素敵な時間をありがとうございました。こちらこそありがとうございますね。本当に嬉しいですね。感想えげつなかったからね。いや、もう今回のツアーは感想一言、乾きすぎ。今回のツアーの一文字だね。乾き。いや、ってことで、すごいたくさんいただいてるんですが、ありがとうございます。なんかね、やっぱ皆さんね、どうやってこうセトリを決めてるんですかみたいなのがすごく多くて。そうなんですね。たくさんお便りもある中で、それこそ Be the One が良かったとか、まあセトリは今回はでもあれだったよね。割とツアー前ちょっと1ヶ月ぐらいはさ、なんかこうしっかり練習する期間っていうのがあったじゃん。はいはい、ありますね。まあでも今回は割とその Just Like This があって、そうだね、ですぐプサンでフェスがあってみたいな、まあ結構だからそういう感じでさ、動いてたから、Just Like This で今年の野音の Just Like This で初めてやった曲とかを今回ね、それこそそうだね、雨上がりとか、雨上がり虹のねところとかもそうだし、感情ディスコとかね、もう入れたりした。だから割とサクッと決まったね。サクッと決まったね。まあだからそれこそ前半のさ、Feel So Good 現状ビリーバーわだちとかはさ、プサンロックフェスティバルから流れの良かった流れね、流れ良かったねっていうことで持ってきたわけじゃん。だからなんかこう割と今回の青ツアーだからこういう見せ方をしようというよりかはではなかったね。それこそさっき言ったけど、2024年のスパイがやってきたライブみたいなのをまあね、今年最後でこう集大成として見せれるようなセットリストを割としたから、だから日比谷でさ、それこそ懐かしい曲みたいな感じで感情ディスコードとか雨上がりやったけど、あれもだから割とさそのまま野音でさやったっきりになっちゃうとさ、結局またさどっかのツアーでやりますみたいになった時に、俺に関してはそれライブで1回しかやってないから、染み込みもさ、そういう感じにもうなっちゃうから、だから割とね野音で良かった曲とかは今回そうやってツアーのセリにぶっ込んだし、Be the Oneもあれだよね、確かユージでやりたいって言っただからその全体的には多分そういうメインのなんか流れみたいなのがねいつもあって、その中で誰かがこの曲やりたいんだよねっていうのをハマるところがあれば入れてくって感じだね。今回の Be the One はユージがやりたいっつって言ってたね。まあでもオレンジの置きどころにねすげえ困った困ったよね。ずっとそこ話してたからね。オレンジどこみたいな、閉まっちゃうからね、あれ。そう閉まっちゃうのよ。だから今回ツアー来た人は分かると思うんだけど、オレンジの最後のジャーンっていう締めめちゃくちゃ短いのよ。あれ伸ばしちゃうとそのまま出ていっちゃっていい流れになっちゃう。ライブが終わっちゃうから。あれでよかったねっていうのはMステバージョンですね、あれは。そうだね、ショート締めっていうのはね、っていうのをだから本当に今年活動してきたものを全部詰め込んだ感じのセットリストは本当になったと思う。まあまたね、それこそ次ツアー決まってますからね。そう2025年のツアーが発表されましたが、福岡公演は5月17日土曜、ついにゼップ福岡です。はい、これこそ陽介の夢なんですか。いや本当だよ、本当に何回あそこに見に行ってやりたいなと思ったことができますよね。だからまあそこはね、やっぱりまた俺がこうね夢を叶える瞬間っていうのさ、ね、なかなかないと思うんだよね。いやないと思うよ。多分ゼップに立ちたいっていう夢はまあ一個かなってはいるけど、ゼップ福岡っていうのは多分陽介にとってもね特別な場所だと思うから、またその時のツアーもね、セットリーも楽しみにしていただいて、ぜひ見に来てくださいね。よろしくお願いします。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡.jp
basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ、お送りした曲はスパイアで青でした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達の話なんですけど。このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕たちは絶対あんたの話でしょ、あんた話でしょあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。ということで募集したら、今週も、届きました。お、恥ずかしい話ちょっとね最近ちょっとほっこりムーブが続いてた。はいはいはい。ね、ちょっとねいい感じのやつ来た。いい感じのやつですか。いいっすね。ラジオネームのほほん主婦さん。友達の話なんですけど、子供が小さい時に家族旅行に行った時の話だそうです。その人お母さんは朝早く目が覚めたので、一人で朝風呂に行ったそうです。昨晩女湯だった右側のお風呂へ、朝早くて誰もいなくて一人のんびり大浴場に浸かっていました。そこにドアがガラガラと開き、別のお客さんが入ってきました。振り向くとなんとあそこをタオルで押さえた男性が驚いた顔で立っていましたそれは驚くよ。そうです、お風呂は朝に男女入れ替えになっていたのです。その友達が知らずに入ったお風呂はなんと男湯だったのです男性は悪くないのにすいませんと慌てて出て行きましたこれな男性が、いやこれやだな。かわいいね。かわいそうだわ。男性がじゃあこれさちゃんとした旅館に行ったんじゃない？そうこれ変わるもんね、旅館って男湯女湯でしかもさちゃんとしたとこってさ、銭湯みたいにさ、男女とか書いてないじゃん、でさね、そういうことチェックインの時の説明とか、説明でね、で割とさちっちゃい字とかあったりするじゃん、お風呂のね。いやあるあるだな。これはあるあるじゃないけど、ないこれをやったことはないけど、でも俺一回それこそ変わってて、でその時何だったかな、ベロベロに酔っ払ってたのかな朝そのなんかでさ、ホテルでもあるじゃん、たまに男湯女湯が変わるところって、で大浴場ついてるところでこっち側が男湯だったっていう認識で俺は行ってるわけで、しかも酔っ払ってるからさ、その大して見てないわけ、その男湯女湯っていうのも、ね、そこは確か男女っていうこののれんがちゃんとかけてあるところで、でもさ酔っ払ってるからさ、もうここって思い込んだら行っちゃうじゃんそうでファッて行った時にこの視線の外でファッて揺れたのが赤かったのんってなって一回戻って女って書いてあって、うわ危ないって思ったことはある。それ何時ぐらいだったかな。そこが確かね、なんか朝の6時からだからなんかね2時から6時までは閉まってるみたいな。清掃。そう清掃で本当に6時とか要はもう空いてすぐみたいなんで行ったからまだ多分大丈夫だったと思うけど、危ないね。危ない。そんであれさ、女の人が女性が男性風呂に入って男性が入ってきた場合、どっちが悪いのこれ？いやもちろんやってること間違えた女性の方が悪いと思うんだけど、でも男が悪くなっちゃう可能性もあるじゃん。でも、この場合は、振り向いたらってことだから、背中しか見えてるだから、男ギリセーフなんじゃない？ギリセーフか。これはどっちなんだろうね。そのお前が悪いっていう女性もいないと思うけど、この状況では。でもこれ怖いよね。男性側はどうしてもさ、このまだあそこにタオル隠しててよかったね、男性がね本当にブルンブルン振り回してる人だったらねいないと思うけどさいやこれはすごいわ。友達気をつけて、ね、これ友達気をつけてっていうか全員気をつけよう。これあるあるだから俺もやりかけたし、結構ね、それはあるね、ちゃんと見よう。ちゃんと見たがいいね、いやこれはちょっとね、これ注意喚起のメールでしたね。皆さん気をつけましょう。またいい感じのね、こういうありがとうございます友達の話がいいですね。はい、よかったです。ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕たちは紳士なので決してそれあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話を教えてください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしております。スパイエアのバサラカ。
お送りした曲はスパイアで One Day でした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、はい、今週もお悩みが届いております。いいですね。ラジオネームうふふさん、はい、ありがとうございます。最近もう出会いなんてないんだと思って、マッチングアプリに登録しました。やる気満々だったのですぐにマッチして連絡を開始、ただマッチした相手全員とメッセージが盛り上がらない、何人かとマッチしたんですが全然、なので相手のプロフィールを見て話題を振ったりして盛り上げようとしたのですが、それをしている最中になんか仕事みたいだなと思って連絡を取るのをやめてしまいました、それを現実の先輩に相談すると、絶対いい人が現れるよ、どんな人が好みなのと言われたので、めんどくさくない人と答えると、先輩から、それは難しいね、人付き合いって基本めんどくさいからと言われました、そりゃそうだなと思いました。2人は人との距離の詰め方ってどうしてますか？ほうこれまあ先輩正解だよね。まずまあね、めんどくさくない人っていうのはまずいないよね。自分以外は基本めんどくさいからやっぱり、っていうよりもその気を使わない人とかさ、なんかこう線引きができる人とかさ、そのもっと具体的な方がいいよね。多分自分の中のそのハードルが、そうだね。めんどくさいっていう大雑把なもん大雑把じゃん、もうめんどくさいって何がめんどくさいの。そうだからその一緒にいる時に、その価値観が違うのがめんどくさいのか、その距離っていうかな、まあ話す時のめんどくささなのかっていうのはまず明確にした方がいいよね。まずそうだね。そう俺もめんどくさがり屋だから基本的に、2人の距離を縮めないです僕は。まずもうめんどくさいからっていう段階にまで踏み込まない。そう踏み込まないまずは。なるほどね、でこれねみんなに言いたいんだけど、うふさんも特になんだけど、人間の脳みそってさ、多分さちょっとイカれててさどういうこと？じゃあるじゃん、好意を持ってる、だから僕らだったら女性がいるとする、好意を持ってる女性と1ヶ月会わないとするじゃん、でも大して好意を持っていない女性と1週間に2回会ってるとするじゃん、どっちの好感度上がるかっていうと、好意を持ってない女性なわけよ。よく会ってる方ってこと？そう、よく会ってる方が好感度が上がってって好意を持ち始めるわけ。で会ってない人っていうのはどんどん忘れていくわけよ、脳みそが。だからマッチングアプリでもいいんだけど、まず会うことだよね。確かに、どっちにしても確かに。いやまあさ、ちょっと怖いとは思うんだよ、そのマッチングアプリってさ、急に会ったりするのって。でもまあそのための、目的でやってんだったら一回は会った方がいいね。でもだってこれ飲み会で会ったやつも怖いよ。そうマッチングアプリで会おうが、飲み会で会おうが、結局あいつ誰だったんだみたいな。そう仕事で会おうがそうじゃん。仕事の時はみんなちゃんとさ、すごいさ、しっかりこういろんなものをかぶって人と接してるから、もういざそれ皮めくってみたらさ、とんでもねえやつかもしれないし。そうだね。でもそれって多分会っていく段階でこの人はそうこういう人って分かるから。でなんだろうね、それでだから何人か多分会った方がいいと思うの、これは。だから何人かと初めまして、お食事したりして、で話していくうちに、それはねこの夫婦さんからしたらめんどくさいことかもしんないけど、もう出会いなんてないともう自分で思ってマッチングアプリ登録したんだから、そこはなんかねもう一踏ん張りしてほしいよね。で本当にごめん、これズバッと言うようだけど、気を悪くしないでほしいんだけど、マッチングアプリに登録してめんどくさいなって思っちゃうから出会いがないのよ。これ逆なのよ、夫婦さんの思ってるのって。どういうこと？だから出会いがないからマッチングアプリに登録してるって言ってるじゃん、自分は。夫婦さんは違うのよ。そのマッチングアプリですらめんどくさいと思って人と会わないから出会いがないのか。そうだからもうそもそもの問題点が逆なのよ。そうだから夫婦さんは出会いがない、これね、出会いがない言ってる人あるあるなんだけど、出会いのある場に行ってないだけなの。そうだよね、めんどくさくて。そうだよ。そうでしょ。だからマッチングアプリとかして会う段取りを取る暇があるのであれば、もう相席屋でも何でもいいと思うよ。何でもいいと思う。とりあえず行って、でもちろんね、変なやつもいるよ。変なやついるよ。もちろんそれこそさ、
まあ言うなればワンナイトだけを求めに来る男だっているわけ、どこにでもいるからもう。ただそれも話してみないと分かんないからそうアンテナをねアンテナの感度をまずそうだね鍛えてほしい。そうだからそこかな。そマッチングアプリよりもまずは外に出る、外に出て出会うってこういうことなんだなっていうのを一旦実感して、本当にマッチングアプリを再開するのか自分に問うてみる、それが一番いい。それが一番いいの。もうそうしてください。もう世の出会いがないって言ってる人たちにも全員に言いたい。逆だから。そうだね。そう出会いのある場所に行ってないだけ。今はもう出会える場所っていうサービスがさ、もういっぱいあるわけじゃん。いっぱいあるからもうそれはもう怠慢だ自分の。そうだよね、行ってない自分がね。そう悪い。しかもあれでしょ、これはさこの人は女性なのかな。分からん。女性だろうが男性だろうがもう同じことだ。同じことか。そうだそうだ。出会わないお前が悪い。頑張れ。お前悪くはない。頑張ってくれ。そう頑張れ、これを機に頑張ってくれ。そう頑張ってくれ。ケツ叩かれたと思って俺らに。そうだよそうだよ。とりあえずアクションを起こす、アクション起こそう。アクションを起こしてみてください。ということでもう一ついきます。来ております。はい。ラジオネーム谷さん。はい。陽介くん健太さんこんばんは。こんばんは。お悩みです、少し前まではそんなに深く考えてはいなかったんですが最近良くないよなと思っている悩みがあります。それが飲食店などでメニューを決めるのがとても遅いことです本当に決められないんです、2人はメニューに迷ったらどうしますか。もうねこれはね俺はある1個。俺はねどっちかというとすぐ決めるタイプなの。もう座ってメニュー見て、もうメニューパラパラでこれって決まっちゃうタイプなんだけど、ごく稀にあるわけよ。こっちも食べたいみたいな。店員呼ぶ。もう決まってない段階で店員を呼ぶ。でお決まりですかって来たら言うしかないじゃん。そうだね。言う。いや決まってないじゃん。でもそうね人間ってそういうもんなんですよ。直感。そうもうこれ食べたいなって思ってそれがもし食べた後にこっちのメニューを食べたいんだったらもう一回来りゃいい。もうそれは次のお楽しみ。そういうこと。でも食券だったら俺の技使えないね。そう店員を呼ぶって無理だね。もう神様の言う通りしよう。でもうさ後ろも詰まっていくわけじゃん。でもそれはないな。俺結構松屋とか行くとさやっちゃう。一回あるわ。俺4本の指右手2本左手2本で同時に押した。4個ぐらいあってメニューが迷ってる。その4つの中のどれかをもう指に任せた。せーので押すの一緒に同時に。で何かが出てくるわけ。それ食った。いやでも迷ってるってことは食べたいものじゃん。別に後悔はないからそこに。そうなるほどね。そうでもだからこれ多分店員さんが来るバージョンだと思うからこの感じだよね。だからメニューをパラパラこう見てっていう感じ。だから店員呼ぶ。店員さんを呼んでもうこれね。それが一番いい。なるほど。もう勢いだ。勢いです。勢いだ。そんな谷さんにね僕が今日は選曲してきました。頭の中でこの楽曲を流しながらぜひ注文してください。谷さんに送るのは天国と地獄。スパイアのまさらか。お送りしているのは天国と地獄です。今日はこの曲に乗っかりながら焦るエンディングです。今回どうでしたか。いやでもなんかお便りの構成がすごい良くなってきてる。みんなみんな良くなってきてるし面白いしなんかそういうところみたいなのが多いんでとってもいいラジオになってきてるんじゃないですか。やっぱ聞く側もね上がってるよね。上がってるね。素晴らしいスキルが。いや嬉しいですね。ということでお知らせものもねあります。現在テレビアニメ青の身風呂のオープニング主題歌になっている新曲青が CD 各音楽配信サイトにて発売中です。そして来年5月から7都市での全国ツアーが決定しております。福岡公演は5月17日土曜ゼップ福岡です。よろしくお願いします。現在オフィシャルファンクラブエアゲートにて抽選先行予約受付中です。皆さんぜひチェックしてください。そしてねこちら新しいお知らせですよ。新春キャナルフェス FM 福岡ステージでバサラカ公開録音決定。ついにキャナルシティですよ。日程は、2025年1月12日日曜夕方5時から、会場はキャナルシティ博多地下1階サンプラザステージです。観覧無料です。お願いします。
詳しくは今後 FM 福岡ホームページや SNS でアップされるみたいなのでね、はい、そちらをぜひチェックしてください。お願いします。楽しみ。公開録音じゃあ、2回目のね、2回目の、はい、キャナルシティでの公開録音もね、俺もいつかやりたいなと思ってたから、お、いいですね。一つの夢がまた叶えますね。ぜひぜひはい皆さんそちら遊びに来てください。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし、 YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応しておりますので、世界中のお友達にどんどんおすすめしてください。ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。また来週。